国の重要文化財なんですよ。南部の曲がり屋って言いますからね。今からおよそ280年前、江戸中期の旅、馬と娘が恋をした恋愛の話に表が見えるんだけども、これ人なんですよ。馬じゃないんですよ。馬と一緒に天に来てるって言うんですよ。天に来てるってことはなくなったんですよ。今ほら、二代目って言ったでしょ。はい、二代目の話聞いたから、三代目だぞ。あら、いけます。はい、どうも始まりました B ゾンビ館長のオカルト珍奇行、今日も、岩手遠野に来てます。そして今日はね、伝承園さん、ここでお白様っていうね、遠野のお話があるので、前回かっぱ淵の時にお世話になった雲満様が今回も案内してくれるということなので、ぜひお願いします、馬さん。はい、どうもどうも。はい、どうもどうも。今回もお願いします。はい、お世話になります。はい、どうも。馬さんです。はい、どうもどうも。はい。では早速中に行ってみますか。はい、じゃあね、はい、お願いします。はい、行きましょう。はい。今からじゃあね、遠野の三大昔話とほら、この間のカッパーと座敷わらしとお白様、お白さんのとこね、案内しますからね。ここ伝承院という施設でね、これ遠野で第一号の国の重要文化財なんですよ。南部の曲がり屋っていうんですけどね、この奥にあるので、ここ案内しますからね。わかりました。この茅屋ね、これ平成26年に屋根復帰工事したんだけども、建物そのものはね、今からおよそ280年前、江戸中期の建物です。昭和54年にここに築業してね。全然綺麗ですね。そうそう、これね。これ前に来てみれば分かるでしょ。入れの図で曲がってるでしょ、こっちが人が住むとこなんですよ。ここが馬が住むとこなんですよ。曲がり屋っていうのは、人と馬と同じ屋根の下に住む。これが一番の特徴ですね。はい、3名から中に入りましょう。はい、どうぞ。そういうことなんですね。お白様っていうのはお蚕さんの神様だと考え方もあったので、ここはね、お蚕さんに関した資料を展示してますね。で、これは能列ですね。お白西雲で、これはおそらくほとんどない、今全国探してもないんだけど、お白西雲っていうんだけど、お白さんのお祭りに唱えるあれだね、能列ですね。はい、どうぞどうぞ。はい。眩しい。すいません。ここ頭ぶつけないようにね。ここ低くなってますからね。よいしょ。入ってきたお白様のとこ。はい、どうぞ中に入ってください。はい。ここがお白堂ですね。で、これ真ん中の木、これ桑の木、ご神木の桑の木です。で、この桑の木の枝に娘の顔が500、馬の顔が500、合わせて1000体あるので、ここが1000体お白堂と言います。で、お白さんの話というと、遠野物語、柳中国先生が書いた本の中身でも、馬と娘が恋をした恋愛の話に表が見えるんだけども、実はこれは親ほどありがたいものはない、親を大切にしなさいよという話を教えるための話です。だからお白信仰というのは遠野だけじゃないです。岩手県の県北から青森にかけてもあるんですが、そこのお白信仰はこれ真正面宝塔型と言いますね。包み込むこれ4体ね。だから中が娘か息子か分かんないね。馬か牛か分かんない。こういうの全部神様が包み込んで崇拝する。これが本来の神様で仏さんの
拝む姿なんですが、うん遠野原でははっきりしてるんです。うん馬と娘って言ってるんですよ。うんだから馬と娘ちゃんと顔を出してるんですよ。うんただにさっき言った通り娘が500、馬が500って言ったけど、馬数えてみてください。500のね、100もないでしょ。本当ですね。こういう本当のね、はいはい皆さんが言う四つ足の馬の形はうん100あるかないかなんですよ。あじゃあ人の顔したのがみんな娘がやったら違うでしょ、これ。男の子がいるでしょ。あそうですね。これ男の子がいるでしょ。はい。ほらだからこれ実はこれ人なんですよ。うん馬じゃないんですよ。馬じゃないんだ。馬の扱いをされる人のことなんですよ。ああそういう感じですね。だからここはうん遠野はとても寒いとこでうん食べ物が不足してる。うんそうすると長男とか長女はわずかばかりでも食べ物があれば家督といって後を継がせるから優先的に暮らしてもらえる。はい。次男三男とか遠野でおんちゃっこっていううん次女三女おんばっこっていううんそういう人たちは口びらしというものの対象にされる。うんなぜ口びらしとものをするかというと秋になって家族中みんなで力を合わせて取りた食べ物を前にしてこれぐらいやったらこの冬何人で越せるべな食べ物が家族の数より豊富な人は長者さんといって何でも心配ね。うんところが往々にして貧しい人に限って家族が多いが食べ物が少ないうんとこの人たちはある食べ物の量に食べる口の数を合わせなきゃいけないんです。そう口を減らすっていうことは今だったらね東京でも大阪でも出て行って働けば生きていけるけども、うんこの遠野盆地から出ることができないうん人は食べ物がないと命が保てないんですよ。うんだから口びらしの対象になる次男三男次女三女こういう人たちが親はたとえどこに生まれても同じ子供は同じに大事に育てたいんですよ。ただ育てていく食べ物がないっていうことですよ。だから選ばざるを得ないのはその選択肢しかないんです。うんだからとんでもしていまだに長いものには巻かれろ。はい。長いものって長者と書くでしょ。うん長者に逆らうなよ。ちゃんと言うことを聞いときよ。そうするとこういう今入ってきた曲がり屋ね。はい。曲がり屋っていうのは人と馬と一緒に住むって言ったらよ、うん馬を飼うってことは田畑があるから飼うんですよ。はい。我々貧乏人では曲がり屋じゃないんですよ。馬がいない。うんとああいう長者さんのうちでもし逆らってないとお前のやつ今年死んでいるんじゃねえか。もんちゃこらいさよこして馬預けでもさせろ。声をかけてもらえる。うんそうしたら死みだもんなんですよ。三着してけがいいよ。行くと馬の雇われた人だからね。うん馬以下なんですよ。うんだからさっき上がってきた靴脱いだところで馬窯つのがでしょ。はいありました。あの馬窯より中には入れないです。うん人じゃないから。ああそうなんですね。だから外にいるうん家族が食事をする間、うん台所で食事しますね。はいその間釜のぐつつとこで木を燃やして煙でころみこすりながら待ってる。うんそして家族がみんなで食事終わったらみんなの残り物を一つの碗に集めて「はいお前もけよ」って出されると、それだけがその外で食える。うんおかわりもできない。うん中のあれ俺も食ってみたいな。これも言えない。うん今の犬猫に戻る暮らしですよ。うんだけども人はたとえどんなに人の残り物でもいいから食べ物をくずにしないで命はつなげないんですよ。だからそんな犬猫のような思いさせた暮らしをさせた次男三男親は何も好き好んでそこでやってね。だからこのおしらさんの話だってもともとはそういうよその子供も養ってやれるような長者の娘と食うようがなくてなんだ犬猫以下の暮らしさせられてもいいから食うものがあれずくとございって馬の餌となる草の間に挟まって弱切りば暗くなるまでひたすら働く。どんなに働いたって自分の土地
大根を一本曲げと持てるわけねえんでしょ。そういう自立できない男と、昔は長者と貧乏が自由に会話もできない時代だ。夫婦になるなんてのはあれいない話。だけども昔も今も変われんだよね。好きになればあるがないがじゃねえでしょ。だからお白さんの娘は不思議な星のもとに生まれたから、馬と一緒に天に来てるって言うんですよ。天に来てるってことはなくなったってことでしょ。昔はね、親より先に命をなくす、自分で命を手がける、そんなことをしたら必ず地獄が落ちるんだという教えの時代に、この娘はそれをやらかしたわけでしょ。親はどんなダメな娘でも、自分の子供を地獄では暮らさせたくない。そしてそういうことをすると末代までの恥になる。だからそういうこともさせたくない。みんな子供のために親はどんな犠牲でも払う。だから親父が自分が馬を殺したって話になってるでしょ。なってますね。馬を殺すだけだったら杉の木でも松の木でも何でも殺せる。親父はわざわざ座敷の角のこの桑の木に吊るして馬を殺したと言ってる。なぜ桑の木になったかというと、桑の木は葉っぱを蚕さんが食べる繭を作るね。繭からできな絹の糸。この絹の糸、あんなごく細い絹の糸だけども地獄に落ちた仏さんも極楽浄土と引っ張り上げてくれるっていう。親はそんなあんな細い糸でも何でもいい、藁にもすがる思いっていう、藁よりもまだ細い、そういう糸にすがっても娘が極楽で眠らしてやりたい。そして後々までそういう自分で命を使ったとかそういうことに聞かせたくないから、親父は自分が悪い人になって馬を殺すというシーンがそうやって、だから娘たちが夢枕に立って、ある時ある晩親父とおふくろの夢枕に立って同じ話をするんですが、今不思議な星のもとに生まれたから馬と一緒に天に来てるが、ここに来て一番心に残るのは親孝行の真似事もしないで来てしまった。親孝行というものはするもんだな、しないで来てしまった。死んでも親孝行していないと気がかりになるもんだよ。それが一番の気がかりだ。だから親孝行の真似事もしない分、お蚕さんの飼うよう教えるんですよ。そしてお蚕さん飼うよう教えて、来る5月の16日に土間の薄さ、着てらった着物の薄さかけといて着ろ。そしたら俺はと馬の片身の虫吸いとくから木の葉っぱ取ってかしろ。芝繭というものを作るから、この根っこから糸を取って肌を折って抹茶持ってって売り、そして必ず高く売りからそれで暮らす旅できるよ。でここからお蚕さんというものが始まった。だからお蚕さんの神様だっていうこと。でこのお白さんは親孝行はするもんだぞ。親ほど大事なものはねえんだぞ。若い時は馬と夫婦になりたいから、親が娘が年頃になったから婿さんもらえって一生懸命責めるんですよ。そしたら娘が俺は馬と夫婦になるから婿さんもらえねえと断る。親が何て説得したかというと、いかなるもの人と生まれで馬と夫婦になる、そういうことはできるもんでね、相手は人でねえんだよってことだよ。だけども娘は夫婦になりたいとなれるってこと。実は貧乏農家の次男三男だから人の扱いされないから一緒にならえねえんだという親の説得。そうだったんですね。で今度もそれで天に昇ってしまったから、夫婦にならないで天に昇ってしまったんだよ。だから親がその馬をつないだったこの桑の木の枝に娘の顔と
馬の顔を彫っては一緒にそれで夫婦にしてやったのは親なんですよ。そして親が夫婦としてこうやっていい知らせも教えてもらったから、お知らせの神様だと言って、おいでるわけです。だから貧乏農家の人たちは、この馬を見ると、自分の次男三男とかね、思いを変えるから、今ではみんなで手足でもらえる神様だな。だから親はみんな長男だろうが長女だろうが次男だろうが三男だろうがみんな同じに大事で、だからこうやって神様にしてる。人はみんな大事なんだぞ。兄弟はみんな長男だけでねえぞ。次男だって三男だってみんな大事なんだよ。そう思ってやって育ててるのが親なんだから、親は大事ですよっていうことを教えるのがこのお白さんなんです。お白しの神様なんです。そうなんですね。なんか僕が知ってたお白様の話とは全然違うっていうか、ね、裏がそういうことだと思わなかった。だからほら柳田先生が本に書いてるお白さんの話見るとそうでしょ。そうですね。夫婦なる姿を見て親父が義人として馬を殺したってことなんです。だから親父が悪い人になるというのは同じなんですよ、どっちも。だから昔話と民話の違いがそこなんですよ。ああ、そういうことですね。昔話は字が読み書きできて、生活の余裕のある人たちの話なんですよ。民話というのは民の話とか、だからこれは字も読み書きできない生活の貧しい人の話なんですよ。貧しい人たちがなぜ気を使った話をしなきゃいけないかというと、さっき話したように食うものがなくて困った時に言い手骨の言葉で言ってると誰も声かけてくれないんですよ。だから黙って従ってはい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 って言ってれば、だから長いものに巻かれろ、長いものって長者と書くんでしょ。でこれ長者と書いて長いものとしか読まねえのは貧乏人たちなんです。長いものと読んだり長者と読んだりするのは旦那様だじゃないですか。ある人だじゃないですか。そういうこの民話と昔話の違い、そしてその話をした人の立場によって違うんですよ。俺はもう本は読めねえからね、遠野でただ一人の民話の方の病理しかいないから、字も読み書きできない生活の貧しい人俺一人だ。民の生き残りだからね。だから我々だって本読んで覚えた話は一つもないから、みんな耳で聞いて教わった先輩だったから教わった話をしてるだけで、だからもし違うって言ったらそれは俺たち別の話を教えたんだなと思うだけで、読み書きでねえから何という本だって大体俺読んで今話してるやつことは一つもないの。本にはなっていないというのがあるので、このお白さんの話も伝える人伝え方によって違うけども、一番の原点はカッパを通して水の大切さ、水の怖さを教える。座敷わらしを通してお天道様の大切さを教える。このお白さんを通して親の大切さ、年寄りの大切さを教える。だからこの3つを大切にすれば食べ物というのは確保できる。だから食べ物さえやれば命がつなげる。命をつなぐ方法。そのために命を使った人たちがこうやって神様となってみんなそれぞれカッパさんも神様です。座敷わらしも神様です。お白さんだって神様。みんな神様仏さんみんなが手を合わせて感謝をし合ってご先祖さんを大事にする。だからそういう昔の生き様を次の時代にちゃんと伝えて、暮らし方は違うけども命を守るということは同じ。命を守るのに食べ物が必要だということも同じなんですよ。だからこの食べ物の大切さ、命の大切さを教えてて、世の中は平民、字も読み書きできないような一般の人の声に光を当てないと絶対世の中良くならない。これはね、この伝承院の水車の前にある石にこの昔話を話して聞かせた佐々木修善という人が100年も前に言った言葉を残しています。この白い日本中どれだけ珍しい宝物とか言うんだけど、
宝というのは民話なんです。民話と書きたかったけど、民話というのは民の話だから、貧乏人もただいる話をできないから、宝物としたんですよ。どれだけ多く土の中に埋もらされているか。民の話だから埋もらされてるんですよ。埋まってるんじゃないんですよ。これを掘り起こさねばならないと思いますか。民の声に光を当てないと世の中良くならないんだということを教えているんですよ。これだけ民というものは大事なんだけども、表に出せなかったんですよ。だから宝なんだけども表に出せない。それは何かというとあるかないかの差です。ある人の口を使ってからああいう表現しかできなかった。健全ですらそういう表現しかできない。それがね、この民話の世界、遠野で一番伝えなきゃね、大事なことじゃないかなと思う。ありがとうございます。すごく勉強になりました。今日もこれはまた深い話を聞けてそうだからなんだろうね、やっぱこの民話とね昔話の違いっていうのもねここで知れたし、こういうなんか大事な話っていうかこういうのはね、僕もこううちお店やってるんで来てくれるお客さんとかにねこう語り継いでいろんな広まっていけばいいと思うし、このチャンネル見てくれた人がね少しでもなんか感じてくれればいいかなと思うのでね、そうですよね。今ほら俺2代目って言ったでしょ。はい、2代目。2代目の話聞いたから3代目だと。あら、いけますか？3代目がどうするか、次の4代目ちゃんと育てるか育てないかで話は終わりになるかつながるかなんですよ。やばい。3代目が一番大事だと頼みますよ。3代目モリット。よろしくお願いします。もういっぱい勉強します。ぜひね、みんなでこういうこと知ってもらって、なんぼやんなきゃできなくても、どんな貧しくてもね、そういう自分の子や孫が可愛いから、こうやって一生懸命くずず伝えてきたのが民話だから。ところがね、今世の中にみんな学校行ってみんな読み書きできるかっていうと、読み書きはできても、次のこと分からない人もいっぱいいる。だから必ずそれ言い伝えて、次のね、4代目育ててください。3代目よろしくお願いします。伝授されちゃってやばい。はい。じゃあもういっぱい勉強します。いっぱい聞きますいろんなことを。はい。いかがだったでしょうか。すごいいい話をいっぱい聞けました。本当ありがとうございます。いやなんかやっぱりもう民話とね昔話の違いがこう分かったので、やっぱちょっとなんかね考えさせられることもありましたね。だからこれも僕がいろいろな人に伝えていくのもありかなと思いますしね。そうこのチャンネル見てくれてる人たちが何か感じてくれれば本当いいんではないかなと思う館長です。お願いしますね。そうですよね。ということで今回はお白様のね素敵な話を聞きました。ありがとうございました、馬さん。ではまた。はいどうもどうも。はい。